マックディー。ドイツで簡単できるコロッケを紹介したいと思います。じゃがいもが3個。ちょっと大きめです。大きめのじゃがいもが3個。玉ねぎ1つ。こちらですね、ハックフライシュのメッテと言います。このメッテというお肉を使うことで、コロッケが使えます。これ 250g を、2パック使います。はい、じゃがいもをどんどんの皮を剥いていきます。こういう感じで。でじゃがいもは、皮を剥いたら必ず、お水につけといてください。はい、ちょうど剥いて水につけた状態です。はい、こちらですね、皮を剥いて、今からみじん切りにしたいと思います。よいしょ、半分に切ってもらって、フードプロセッサーでみじん切りにしちゃいます。はい、フードプロセッサーを使うと、簡単に、こんな感じでできます。で簡単にこう火が通るように少し、細かめに切ってあげてください。はい、で今から、じゃがいもにですね火を通していきたいと思います。こんな感じで軽くかけてもらって、600ワットで5分間今からいきます。少しだけ油をひいてあげてください。塩気もすごく入ってて、ドイツでは、普通に食べられている生で食べる豚肉として扱われています。8割方、9割方火を通ったところで、玉ねぎを入れていきます。みじん切りの玉ねぎですね。はい、こんな感じですね。これで一回ストップしたいと思います。はい、先ほどの炒めたお肉を合わせていきます。こんな感じですね。ちょっと冷めるまで、このまま待ちます。ではい、だいぶ、ポテトの方はね、冷めてきました。はい、でこちら、手で触れるようになったら、このビニール袋で、はい、じゃがいもを潰すような感じでやってください。で、玉ねぎから出たこの余計な水分もですね、じゃがいもがうまく、で全部がうまく潰しきれなくても大丈夫です。やけどには十分注意してください。でここにですね、胡椒、ブラックペッパーですね、このペッパーをちょうど、ドイツに来た当初ですね、間違って、塩があるということを知らずに買ってしまって、そこからコロッケを作れるんじゃないかと作り始めたのがちょうど10年前ぐらいですね。10年以上前から始まったこのコロッケです。ここまでできたらもう本当に出来上がりです。あとは丸めて、タップルにのせていきます。こんな感じに。手でやってもいいですし、手が汚れるのが嫌な方はビニール袋を使ってやってもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。こんな感じですね。こんな感じです。でこういうのを、じゃがいもの形とかが残ってるんですけど、またこれはこの食感ですごく美味しいので、我が家では少し、塊も残ったような感じで作ってます。はい、出来上がりました。全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13個ですね、ちょうど。こんな感じです。はい。はい、カルトフェルメール。はい、こちら。ライスメール。これグルテンフリーパン粉を使って、これから周りにね、コーティングして、作りたいと思います。はい、お水を 15g 入れます。はい。
ダマになってるようになって心配するかもしれませんが、こちらでも大丈夫です。25g ここで入れちゃいます。ここで様子を1回見ます。すごいですね。ベトベタした感じですね。米粉の種類によってちょっと変わるので、こちらのドイツの米粉であれば 60g 入れてください。もう滑らかドロドロになれば OK です。見てください、これぐらい。何回かに分けてあげれば、様子でこのドロドロ感がこう分かりますよね。こういうふうにオーブンを200度に温めておいてください。揚げないコロッケを紹介します。こんな感じに一つ一つこういうふうにもかけてっちゃってください。あとはまんべんなくこう回せば本当に裏表できるので、あんまり気にせず大きなタッパーを用意してもらった方が簡単なんじゃないかなっていうふうに思います。ビニール袋をうまく利用していただいて、こう丸く合わせてこう裏表がくっつけば OK です。これも本当に最後上にかける衣ですね。これを先ほど1袋2袋入ってるんですけど入れてもらって、オリーブオイルをこちら足してください。1つの方にはこういう感じですね。だいたい大さじ1強ですね。この油の入ってる部分と、そうですね。はい、こちらですね。この状態からこうやって丸めて、よいしょ。しっかりつけてあげてください。はい。オーブンでやるコロッケとかとんかつとかですね。この衣は本当にできるんですけど、卵をつけると水っぽくなって水分が出やすくなるので、卵の代わりにですね、マヨネーズを使ったりとかしてます。そうですね。はい、できました。こんな感じです。今から10分間、焦げ目をつけさせるような感じで焼いていきたいと思います。美味しそうですね。はい、これで、焼き上がりです。でもう油も何も出てないですよね。包み込んだ形になってますね。今から出します。はい、オーブンでの、揚げない、コロッケですね。ドイツバージョンという感じで、そうですね。これから冷めたら、サンドイッチで、皆さんにお見せできたらいいんじゃないかなというふうに思います。中濃ソースですね。はい。こんな感じですね。先ほど焼いた、コロッケですね。こちらでコロッケにソースを全体的にこうやってつけちゃってください。浸す感じですね。で浸したらもうここに1回お皿にあげます。よいしょ。フレッシュ感がいいと思います。こんな感じですね。はい。焼けました。よいしょ。厚めの方が好みはあると思うんですけど、バターはしっかり塗られた方がいいと思います。はい、これです。しっかり塗った、パンズですね。バンズコロッケですね。コロッケをのせます。こんな感じです。キャベツ、はい、のせます。そしてマヨネーズをかけます。野菜はなんかこうもう量はですね、好みで。そしたらきゅうりをのせて、はい、そして出来上がりですね。いいですね。どうでしょうか。とても美味しそうなんじゃないかなというふうに思います。